どうもペロンです。今回は R タイプファイナル2で開発可能な機体の紹介をしたいと思います。今回ご紹介する機体はナンバー 9R9C ウォーヘッドですね。ウォーヘッドは R9A 系の派生シリーズの機体なんですが、 R9A2 をカスタムした機体という位置づけの機体みたいですね。亜空間の戦闘に特化した化け物じみた破壊力を持つ機体という設定ですが、波動砲が火力を出しにくい拡散型の波動砲である点と、この機体にのみ搭載されているスタンダードフォース C のレーザーの破壊力を考えると、実際の火力は全体から見ても下から数えた方が早いんじゃないかと思います。赤のショットガンレーザーは一定距離進むと弾けるカプセル状の弾を発射します。爆発の規模も大きくないため、バイドとの距離を一定に保つ必要があり、慣れるまでは非常に扱いづらい仕様となっています。爆発は地形や甲羅を貫通する仕様のため、ステージ4やステージ 6.0 では活躍できる場面もありますが、破壊力は高くないため、高難易度では火力不足に悩まされる装備だと思います。ただし、同じような仕様は後継のスタンダードフォース K 以外にはないため、他の赤レーザーとは違う攻略方法を考えるのは面白そうな装備ではありますね。青のサーチレーザー L45 は追尾型のレーザーを2本発射します。ショットガンレーザーよりも火力は出しやすいですが、それでも火力は高い方ではないため、フォースショットで火力を補いながらの運用になると思います。また追尾型といってもレーザーが反応する範囲はそんなに広くないため、攻撃範囲もそれほど広くないという点が残念な装備ですね。黄色の対地レーザーは地面に沿って進むタイプのエネルギー弾を発射します。一番ベーシックなタイプなので火力が高くない点はご愛嬌ですね。 DLC のステージは上下に壁があるステージが増えているので活躍の場が増えたのはいいですが、汎用性に乏しい点は変わりないため、フォースショットで代用できそうなら無理して黄色レーザーを使う必要はないと思います。次にフォースを切り離した後の状態についてですが、これは初期型の弾幕になっています。レーザーが強力なフォースだとあまり出番がなかったりしますが、レーザーの火力が低いこの機体では非常に重要な要素になります。特にステージ4の高難易度では縦持ちのバイドに対して有効なレーザーがないため、フォースを引っ掛けて呼び戻すという方法で倒したり、ステージ 7.2 の大群を突破するためにフォースを壁打ちするようにして弾幕でミサイルから機体を守ったり、フォースショットを使ったテクニックがかなり重要になると思います。ミサイルは誘爆ミサイル、追尾ミサイルの2種類から選ぶことができます。この2択なら汎用性の高い追尾ミサイルがいいと思います。搭載されている拡散波動砲は2段階のチャージが可能で、チャージの段階によって単発の波動砲と拡散波動砲を使い分け可能という仕様になっています。1段階目の通常の波動砲はピンポイント射撃で敵の弱点を狙いたいとき、2段階目のチャージは雑魚処理や複数の敵にダメージを与えたいときという感じで使い分けができるのはいい点ですが、どちらも破壊力が低く波動砲が決定打にならない点は非常に残念なところですね。ウォーヘッドは全体的に火力が低く、赤レーザーは射程距離も短いという仕様になっており、お世辞にも強い機体とは言えないですが、火力の低い機体だからこそ強い機体を使っておざなりになっていた工夫や自分のテクニックの強化にちょうどいい機体だと思います。この機体だからこそできる遊び方もあるので、まだ使ってみたことがない人はテクニックの強化のためにウォーヘッドで遊んでみてはいかがでしょうか。では最後までご視聴ありがとうございました。またね。